タイの西の隣国ミャンマーのエーヤワディ川下流域では1287年モンゴルの侵入を受けてビルマ族のパガン朝が崩壊しました。同年テナセリム地方のモーン族が独立。このモーン族の王朝は1363年に首都のマルタバンで反乱が起きると1369年にペグーへ遷都して以降ペグー朝と呼ばれるようになります。ペグーは当時タイ語ではホンサワディと呼ばれていました。日本では英語読みのハンザワディという名称で知られています。この動画シリーズでは固有名詞を原則タイ語読みでご紹介していますので、ここではホンサワディと呼ぶことにします。アユタヤとホンサワディはいずれも港湾都市でインド洋と南シナ海を結ぶ交易ルートの支配権をめぐって互いに競合関係にありました。東西を結ぶ交易ルートにはマラッカ海峡を通過する海上ルートの他にも内陸ルートというものがあって、西の沿岸港ミェイクからテナセリム川を遡上してタニンダーリで降り、そこから陸路で標高245メートルのシンコーン峠を越えるとプラジュワップキーリー間から東のタイランド湾へ出ることができました。この内陸ルートはマラッカ海峡がポルトガルの支配下に置かれた1511年以降商業的戦略的な重要性が高まり、その領有をめぐってアユタヤとホンサワディの両国が激しく争うようになります。今回の動画ではアユタヤとホンサワディとの戦い、現在のタイとミャンマーとの戦いを中心に話を進めていきます。タイの歴史映画の舞台としてもおなじみの激動の時代です。ぜひ最後までお楽しみいただけたらと思います。もしいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。動乱の時代。1488年、アユタヤはホンサワディ王国のダウェイ、タイ語名タワイを占領して内陸の交易ルートを支配下に置きました。アユタヤは半島西部の港と10日ほどで結ばれるようになり、南インドとの貿易を通じてますます豊かになっていきました。その2年後の1490年、しばらく疎遠になっていた琉球、現在の沖縄との貿易が再開されます。中国の明が輸出貿易の制限を緩和して中国南部の港から大量のジャンク船が流出したこともあって、この地域の海上貿易が活気づいてきていたんです。アユタヤの王室財産は主に貿易の独占を通じて得られる利益によって賄われていました。ポルトガルの植民地行政官トメピレスは1510年代に西安の外国商人は9に対して2を支払い、中国人は12に対して2を支払うと記録しています。産品の購入価格に対して中国人商人は 17%、それ以外の外国人商人は 22% の輸出関税をアユタヤ王室に納めていたことになります。ところが先代のボロムカイロークナー王が北のランナー王国との戦役に多額の戦費を費やし、税を尽くした壮麗な仏教寺院を建設したこともあって、アユタヤの王室財産は大きく目減りしていました。そこで新たにアユタヤ王となったインタラシャティラー2世は税制改革に着手。家督を継いだ貴族たちに相続した土地従来に対して1ティカル金 15g という莫大な相続税を課しました。その結果アユタヤの貴族社会は大混乱に陥り、同年インタラシャティラー2世は謎の突然死を遂げます。その知らせを聞いた貴族たちはとても喜んだといいます。翌1491年、インタラシャティラー2世の死を受けて先々代ボロムトイロークナー王の王子でピスヌローを治めるアユタヤ国王カマハオパラだったチェータティラーがラマティブリー2世としてアユタヤの王位につきました。先々代のボロムトイロークナー王と同じくアユタヤのスパンブリー家の父とピスヌローのスコータイ家の母を両親に持つ人物で、タイ公式の歴史ではこの時にセヤーン王国は再び統一されたとされています。タイの旧国名、日本語読みでシャム、英語読みでセイアン、タイ語読みでセヤーンというんですが、その名称が初めて使われるようになったのはだいたいこの頃のようです。セイアンという地名が確認できる最古の資料はアラビア語で書かれた地理書です。ポルトガルの商人トメピレスが1515年頃に表した東方諸国記の中でも、当時南インドで生産されていたセヤーン向けの交易品がセイアン風のカリンガ布として紹介されています。セヤーン、現在のタイがヨーロッパと交易をするようになったのはこのラマティブリー2世の治世です。1511年、ポルトガルのゴア公爵アフォンソ・デ・アルブケルケがマレー半島のマラッカを占領。
同年ポルトガルの施設が初めてアユテヤを訪れました。このポルトガルの施設は当時のアユテヤについて銃はほとんどなく製造技術もないと本国に報告しています。ポルトガルの植民地行政官タメキレスはアユテヤ王には500人以上の妃がいると記録しています。血統を維持しつつ周辺の有力者たちとの婚姻同盟を築くという本来の目的の他にも、周囲に対して王の権力の大きさを誇示するという別の目的があったとみられています。アユテヤの宮廷には中国の皇宮や日本の大奥のような組織がありました。王の女性たちには称号が与えられ、それぞれの称号には序列があったといいます。最上位は第一王妃パアカラマヒエシーです。その下にパマヒエシー、パラシャテウィー、パアクシャイヤーといった王妃の称号が続き、そのさらに下には妃のカスノン、側室のジャオチョン、女官のナンユナンがありました。同年中国の明が陶磁器の輸出禁止を解除。ソワンカローをはじめとする北方諸都市で生産されていた陶磁器は価格競争に敗れて国際市場でのシェアを失います。明との朝貢貿易の重要性が低下して、それぞれの王の治世につき1回にまで減りました。代わって明との貿易は民間の商人たちが担うようになります。琉球とは1509年から1564年までの55年間に21回もの取引が行われました。アジア史を表したポルトガルの歴史家ジョアン・デ・バロスは41年後の1552年にアユテヤ王国を中国の明王朝やインドのビジャヤナガル王国と並ぶアジア三大勢力の一つとして紹介しています。1518年ポルトガルからの3度目の使節団が交易を求めてアユテヤを訪れました。その見返りとして銃と弾薬を供給し、さらにピスヌローやスコータイをはじめとする北方諸都市に侵入してきたランナーを撃退するための部隊を派遣します。ポルトガルはアユテヤに故障がないことを知るとすぐに交易への興味を失いましたが、軍事顧問団は引き続きアユテヤにとどまり、その後もアユテヤの防衛や外政に寄与していくことになります。多くのポルトガル人が本来の任務から離れてアユテヤの貴族や王族に仕え、主に砲兵部隊の運用に携わりました。同年アユテヤでは中国やインドの兵法書を模倣したとみられるトムラキシャイソンクラムという書物が編纂されました。戦に勝つための教科書という意味のタイ語です。兵を動員するために各都市の戸籍簿が整備されたとも言われていますが、実際にどのような使われ方をしていたのかは分かっていません。その頃のセヤームの総兵力はアユテヤに2万、ピスヌローとスコータイとガンペンペットを合わせた北方諸都市に2万6千の合計4万6千でした。1519年ポルトガルがモーン族のホンサワディ王国の支配下にあったマルタバン、タイ語名モトマに商館を設立。この地域で収穫された米をインドのマラッカへ輸出して、輸入してきた銃や大砲などの武器をホンサワディに販売しました。1520年ランナー王国の都チエンマイに住んでいた全てのシャン人が脱走。静止に入ったチエンセンの領主を殺してサーラウィン川を渡って北へ逃亡しました。これらのシャン人は60年前の1460年代にティロカラー王が北方のシャン地域へ攻め込んで強制的に連れ帰ってきた男女1万2328人の子孫たちと見られています。シャン人はタイではタイヤイ族と呼ばれています。当時のランナー王国は兵士の募集に苦労していて、他の地域からも積極的に人々を集めていました。14年前の1506年にはとある小都市の領主が多数の男女を王に献上したところ、ランナー王国の主要都市プレーの領主職を持って報われたという記録があります。アユテヤ王国もこれと同じような状況にあって、さらに25年遡ることの1481年中国南部でアユテヤの商人たちが貧しい子供を私的に買い漁っていたことがバレて明から叱責を受けています。どこの国も兵士や奴隷となる人々を捕らえて支配領域の人口を増やすことに躍起になっていたんです。1522年アユテヤ王のラマティバディ2世は息子のアキテヨウォンを副王に任命してピスヌローを治めるスコータイ王に据えました。その2年後の1524年アユテヤの宮廷で大規模な粛清事件がありました。詳細は不明ですが、アユタヤ王朝年代記によるとラマティバディ2世が匿名の怪文書をもとに多くの貴族たちを殺し、その直後に王国全体が水不足、地震、物価高騰といったありとあらゆる災厄に見舞われたといいます。
王による重税と厳格な法執行が貴族たちからの反感を招き、混乱状態にあったことを暗に示唆しているものとみられています。その5年後の1529年にラマティバディ2世が死亡。ピスヌローを治めていた息子で副王のアティテヨウォンが後を継ぎ、ボロマラシャティラー4世としてアユテヤーの王位につきました。翌1530年、モーン族のホンサワディがモトマを占領。アユテヤーはインド貿易での重要な拠点を失います。ここからがタイの歴史創作映画の金字塔、2001年に公開されたスリヨタイの舞台です。しかし、この動画では映画についての説明はしません。主人公のプラスリヨタイは複数種類あるアユタヤ王朝年代記のうちほんの一部のバリエーションにしか登場せず、しかもわずか3行しか言及されていないような人物で、実際に何をしたのか、いつ頃追加された逸話なのか、そもそも本当に実在していたのかなど分かっていないことがあまりにも多すぎるからです。オランダの商人イエレミアス・ファンフリートによると、ボロムラ・シャティラー4世の治世は最初から最後まで混乱続きでした。慈悲深い統治をしていたのは最初だけですぐに暴君と化したといいます。軍を率いて現在のタイ東北部とラオスの全域を勢力下に置いていたランチャーン王国をはじめ、ビルマのエイヤワディ川下流域にあったホンサワディ王国へと何度も攻め込みました。そのボロムラ・シャティラー4世も即位した4年後の1533年に遠征先からの帰路で天然痘にかかって死亡します。東南アジアの大陸部には昔から様々な伝染病があって、都市の外に出るのには大きなリスクが伴いました。とりわけ西の国境があるタナウシー山脈を越えるのはとても危険で、歴史上何人もの王が命を落としています。大東亜戦争中に大日本帝国がタイとビルマを結ぶ対面鉄道を建設した補給線とほぼ同じルートで、工事中や行軍中に14万5千人もの日本人将兵が戦病死しています。戦死者3万5千人の5倍もの人数です。とにかく危険なんです。当時のアユテヤーの慣例では、アユテヤーの王位にはピスヌローを治める副王がつくことになっていました。ところがこの時の宮廷はアユテヤーに住んでいたわずか5歳の王子ラスダ・ティラーを新たな王に選出します。アユテヤーの貴族たちは幼い子供を王に据えることで王の権力を制限するとともに、ピスヌローのツコータイ家の有力者が王位を継ぐのを阻止しようと目論んでいたものとみられています。アユテヤーの商人気質な文化とツコータイの伝統や戦士気質を重んじる文化では互いに折り合いがつかず、両者の相性はとてつもなく悪かったんです。この慣例破りの新王選出によってアユテヤー王国と半ば独立状態にあったピスヌローのツコータイ王国との間に深刻な対立が生まれました。ラスダ・ティラーが王位についてからわずか5ヶ月後、ピスヌローを治める副王だったチェイラシャーが大挙してアユッタヤーに攻め込んできました。はっきりしたことは分かっていませんが、先代のボロムラ・シャティラー4世の兄弟で慣例通りに新王が選ばれていればアユテヤーの王位についていたとみられる人物です。チェイラシャーはラスダ・ティラー王を殺してチェイラシャティラーとしてアユッタヤーの王になり、北方諸都市から血縁関係にあった多くの貴族たちを呼び寄せてきました。この辺りからがタイのアクション歴史創作映画2005年に公開されたシースダーチャン火の反乱英大キングメーカーの舞台です。この作品はタイ公式の歴史観から著しく逸脱していて、アユテヤー王室のイメージに泥を塗るような内容だったため、タイ政府からの支持が得られず、興行的にもあまり振るわなかったとされています。娯楽映画としては当時の雰囲気を過度に美化することなくうまく再現しているのではないかと思っています。即位から6年後の1539年、チェラシャティラー王はピスヌロー出身のプライヤー各の貴族に軍権を委ねて、チエンクライとチエンクラーンという2つの都市へ遠征を行いました。この頃のチェラシャティラー王の親衛隊にはポルトガル人の傭兵が120人いて、北方諸都市出身のクンヒレントン・ラテーという貴族が率いていました。この人物はこの後アユテヤーの命運を大きく左右することになりますから、その動向を注意深く追っていっていただければと思います。ここまでの話の流れからポルトガルはアユテヤーを重点的に支援していたような印象を持たれたかもしれませんが、実際には西の隣国ホンサワディの方が手厚い支援を受けていたと見られています。そんなホンサワディでも大きな変化が起こります。
前年の1538年、タウングタイ語名トンウーを治めていたビルマ人のタビンシュエティ王、タイ語名トベンショベイティ王がディエゴ・ソアレス・デメロをはじめとするポルトガル人の軍事専門家を雇い入れました。ソアレスに支払われた報酬はアユテヤーで雇われていたポルトガル人ドミンゴ・デ・セーシャスの10倍を超えていたといいます。翌1539年、トンウー王のトベンショベイティがポルトガルの傭兵や重火器の力を借りてモーン族の王が治めるホンサーワディへ侵攻。モーン族の王は西北西約 190km のピーへと逃れ、アバタイ語名アンワと組んで首都ホンサーワディの奪還を試みますが失敗。タイの歴史ではこの時からモーン族の王朝に代わってビルマ人のトンウー朝がホンサーワディ王国と呼ばれることになります。ポルトガル人傭兵のディエゴ・ソアレス・デメロには王族の称号と首都ホンサーワディの総督職が与えられました。翌1540年、ソアレスはアユテヤーの支配下にあったモトマを砲撃して城壁を打ち破ります。その4年後の1544年、トンウー朝ホンサーワディ王国のトベンショベイティ王が大軍を率いてアユテヤーの支配下にあったモトマを攻撃。ポルトガルの記録によると、この時にホンサーワディは1万2000もの兵を失ったといいます。ポルトガル人はこの地域に強力な武器だけではなく残虐性をもたらし、戦争での死亡率が劇的に増えたと見られています。翌1545年、アユテヤーは兵士の動員に失敗しました。ポルトガルの植民地行政官トメピレスによると、とある港町に派遣された20人の歩兵官は裕福な住民たちから巨額の賄賂を受け取って戦闘可能な健康な住民たちの代わりに病人、障害者、貧民、高齢者といった戦力にならない人々を多数動員対象者の名簿に加えて定員を満たしたといいます。後に行われた調査で20万人もの健常者が名簿から不当に除外されていたことが分かっています。アユテヤーは戦う前から20万もの兵を失い、戦闘不能な状態に陥っていたんです。にもかかわらず、アユテヤーは無謀な戦役を始めてしまいます。翌1546年、アユテヤーはトンウー朝ホンサーワディ王国の影響下にあったダウェータイ語名タワーイへ侵攻。記録では象200頭、馬1000頭、6万の兵で攻め込んだとされていますが、当時の推定人口やアユテヤーの国力を考えると、この数字は誇張されていると見ていいと思います。こうしてアユテヤー王国とトンウー朝ホンサーワディ王国との戦いの火蓋が切って落とされました。東方主要妃シースダージャンの反乱。翌1547年、アユテヤーのチェラシャティラー王が死亡しました。死因については諸説あります。アユタヤ王朝年代記のカンチャンテヌマー版ではランナー遠征の帰路に死亡したとされています。当時アユテヤーの王宮に出入りしていたポルトガル商人フェルナン・メンデス・ピントは、王はアユテヤーへ戻ってきた後、カマヒエシー各の王妃ハウス・イスダーチャンによって毒殺されたと記録しています。当時のアユテヤーの宮廷には司法医主要妃サノム・エイシー・ティと呼ばれる各の上級の妃たちがいました。カマヒエシー各の王妃よりは格下の妃です。アユテヤー王の権威が主要な都市に及んでいることを広く人々に示すために、東西南北それぞれの主要な王家領主の家の血統を持つ人物から王の妃が選ばれ、妃たちはそれぞれの家の出身者に与えられる称号を名乗っていました。東のロポリー家出身の妃はタウス・イスダーチャン、西のスパンブリー家出身の妃はタ・インタラスレーン、南のネコンシー・タムラー出身の妃はタ・インタラテービー、北のスコータイ家出身の妃はタウス・イズララといった具合です。チェラ・シャティラー王を毒殺したとされるタウス・イスダーチャンが名乗っていたのは、ロポリー家出身の妃に与えられる称号です。この称号を日本語に訳すと、月のように美しく輝く貴女という意味になります。シースダーちゃんによる毒殺説が正しいとした場合でも、犯行の動機についてはさらにいくつもの仮説に分かれています。愛人でバラモン司祭のクモロン・サティラーを大いにつけるためだったとする当時のポルトガル商人フェルナン・メンデス・ピントによる説が有名ですが、他にも北方諸都市を治める7人の領主を粛清するためだったとするアユタヤ王朝年代記による説、アユテヤーの宮廷内で影響力を拡大させてきた北方諸都市出身の貴族を排斥するためのアユテヤー貴族たちによる陰謀だったという説があります。
ศรีสุดาจันทร์がอยุธยาの王党からスパンブリ家とスコータイ家の王族たちを排除して138年ぶりに実家のロポリー家の血統からアユテヤの王を出そうと画策していたという見方もあります。チェラシャキラー王の死後、王の兄弟たちは出家して寺へと逃げ込みました。後に王となる人物は、もし私が俗人のままでいたら確実に危険にさらされていただろう。仏教とオレンジ色の装束だけが私の身を危険から守ってくれるのだと回想しています。仏教僧、バラモン司祭、重臣、詩人、賢者、学者、先生術師たちを集めた会議がアユテヤの宮廷で行われ、新たな国王には殺されたチェラシャキラー王とシースダーちゃんの間に設けられた11歳の王子、ヨッファーが選ばれました。摂政には母親のシースダーちゃんがつきます。その後、摂政となったシースダーちゃんは娘を妊娠して臨月が近づくと、愛人のクンモルオンサキラーとの関係を隠し通すのはもはや不可能と悟って、部下に命じて自分の息子のヨッファー王を殺させました。新しい王にはクンモルオンサキラーがつきます。しかしそのシースダーちゃんは待ち伏せにあって、ウォロンサキラー王と共に殺されました。ウォロンサキラー王が殺された時のシチュエーションやその在位期間についても諸説あります。即位から2ヶ月以内に銃撃を受けて死亡したとする説が有力ですが、他には処刑されたという説や約2年間にわたって統治を続けたという説もあります。この暗殺は先々代チェラシャキラー王の親衛隊長を務めていた北方諸都市出身の貴族クンピレントンルテーが主導し、キシャイやチェリアンの領主のほか、ナコンソワンあたりで領主を務めていた人物の協力の下で実行されたと言われています。いずれも北方諸都市の貴族たちです。空席となったアユテヤの王位を埋めるために、先々代のチェラシャキラー王の異母兄弟が漱石から減属させられて、新たにマハチャクラパー王として即位しました。ウォロンサキラー王の暗殺に加わった貴族たちはいずれも昇格し、莫大な恩賞によって報われたといいます。とりわけ元親衛隊長のクンピレントンルテーに与えられた恩賞は破格なものでした。これまでスコータイ王が伝統的に名乗り続けてきたパマハタムラシャーの称号が与えられ、ピスヌローの王に報じられました。さらにマハチャクラパー王の娘を妃として与えられます。情報が混乱しすぎていて、これらの話のうちどの程度が事実なのか判然としませんが、アユタヤ王朝年代記はこの出来事をもとに女性に政治的な権力を握らせることの危険性を後世に訴え、強く戒めています。タベンチャウェイティ戦争。その頃、西の隣国トンウー朝ホンサーワディ王国では、貴族たちがアユテヤー征服の必要性を盛んに叫んでいました。アユテヤーには世界最高水準の富と豊かさがあって、たとえどんなに戦費がかかろうと1年間も支配下に置ければ元が取れる。アユテヤーが混乱しているこの好機を逃してはならないと主張したのです。これを受けて翌1548年、トンウー朝ホンサーワディ王国のトベンショベイティ王は領内の複数の都市で兵を募り、スリーパゴダパスを越えて大軍でアユテヤーの領域へとなだれ込んできました。これがタイとビルマとの間で行われた歴史上初となる大規模戦争です。タイではトベンショベイティ戦争、英語圏では1548年のビルマサイアム戦争、日本語では第一次綿帯戦争といった呼ばれ方をしています。この出来事はタイ政府公式の歴史解説書で次のように説明されています。マハチャクラパー王の時代、当時のビルマ王トベンショベイティがアユテヤーを攻撃する重要な戦いがあった。1548年の戦いでは、マハチャクラパー王の王妃スルヨタイも象に乗って出陣し、プレー王との戦闘中に窮地に陥ったマハチャクラパー王を救出するために自ら象を前へ進め、プレー王に切られて死亡した。遺体はラメスワン王子とマヒンタラティラー王子の協力によって都まで構想された。後世になってこの戦いに関わる様々な逸話が創作されました。しかしいずれの逸話も私がこの動画を作る上で参照している英語論文の中では紹介されていません。スリヨタイに至っては全文検索をかけても名前すら出てきませんでした。なのでここでは史実ベースで話を進めていきます。ホムサーワディ軍がアユテヤへ迫ってくると、マハチャクラパー王は周辺地域に母兵艦を派遣しました。しかし住民たちはすでに逃げ出していました。アユテヤはこれまで外敵からの攻撃を受けたことがなかったので、都市の周囲には簡素な土塁しかありません。
前年の1547年にピスヌロー王に冊封されたばかりのマハタムラシャーは様子見をしていて、援軍を送ってくる様子は一向にありません。マハチャクパ王は援軍もない中、少数の兵と貧弱な土塁だけでホムサーワディの大軍から首都アユテヤを守りきらなければならなくなったわけです。この時の両軍の軍勢は西洋人たちの目には巨大なものに映ったようです。当時のポルトガル商人フェルナン・メンデス・ピントは攻撃側のホムサーワディ軍の規模を総勢80万人と見積もりました。その中にはポルトガル人、トルコ人、アビシニア人、ムーア人、マラバル人、アチェ人、ジャワ人、マレー人がいたとしています。一方、同じ時代のポルトガルの歴史家ディオゴ・デ・コートは防衛側のアユテヤー軍の規模を総勢60万人と見積もりました。ポルトガル人、ルソン人、ボルネオ人、チャム人、ジャワ人、ミナンカバウ人等全体の約 16% が外国人だったとしています。しかし当時の人口から推定するとこれらの兵数は明らかな誇張です。そんなに出せるはずがありません。最新の研究によるとホムサーワディ軍は1万2000人ぐらい、アユテヤー軍はその半分の6000人ぐらいだったと見られています。当時のアユテヤーの港町には中国人2000人が住む居留地があって、他にも日本人、アラビア人、スペイン人、ポルトガル人、軍東部の商人たちが住む居留区があったといいます。トベン・ショウェイティ王が率いるホムサーワディ軍は途中で大きな抵抗を受けることなくすんなりとアユテヤーまで到達し、市街地を包囲下に置きました。アユテヤーが落ちなかったのはひとえに外国人傭兵たちのおかげでした。アユテヤー型のポルトガル人傭兵50人はホムサーワディからの寝返りの提案を受けましたが拒否し、3000人いたとされるジャワ島出身の傭兵たちは城壁を登ってきたトルコ人傭兵からなるホムサーワディ軍の部隊を撃退しました。数ヶ月後、ホムサーワディ王国のトベン・ショウェイティ王はアユテヤーの包囲を解いて撤退していきました。この時の包囲の期間と撤退の理由についても諸説あります。雨季に差し掛かり洪水が発生して包囲を継続できなくなったものとみられますが、他にはトベン・ショウェイティ王がホムサーワディでモーン族による反乱が発生したという報告を受けてわずか1ヶ月で包囲を解いて撤退したという説。包囲の期間は4ヶ月半で、撤退の理由は病気の蔓延によって14万もの兵を失ったためだという当時のポルトガル商人フェルナン・メンデス・ピントによる説があります。トベン・ショウェイティ王は侵攻時とは別の経路で退却していきました。侵攻時の混乱に乗じて途中の町を襲い完全に荒廃させてしまっていたので、別の場所で食料を現地調達しながら行軍するしかなかったからです。ホムサーワディ軍は途中撤退の経路上にあるガンペンペを襲撃しました。守備隊は城壁の上から尿と人糞の混合物を投げ落として城壁を破壊しようとしていた攻撃側の公兵たちの士気をくじいたといいます。ピスヌロー王のマハタムラシャーはホムサーワディ軍がアユテヤーの包囲を解くまで援軍を派遣することはありませんでした。アユテヤーの防衛力強化。1548年、マハチャクラパ王はホムサーワディ軍を退けるとアユテヤーの宮殿内に戸籍登記場を設けて動員名簿を整備し、翌1549年にはそれまでアユテヤーの市街地を守ってきた土塁を破壊して新たにレンガによる城壁を建設しました。1550年、トン王朝ホムサーワディ王国で政変が起こります。ホムサーワディ王を戦勝するモーン族が王の護衛を買収してトベン・ショウェイティ王を暗殺し、一時期ホムサーワディを支配下に置きます。ビルマ人によるトン王朝ホムサーワディ王国は瓦解して、その支配下にあった地方の領主たちはそれぞれ独立して王を名乗りました。翌1551年、トン王朝ホムサーワディ王国で前年まで宰相を務めていたバインナウンタイ語名ブレンノーンがトン王の郊外に陣を張り、かつての帝臣や兵士たちを集めてホムサーワディを奪還、再統一の事業を始め、その2年後にはトベン・ショウェイティ王時代の支配領域を回復させました。同1551年、アユテヤーの兵力は騎兵2万5000を含む5万にまで回復し、陸と海からクメール王朝の新しい港湾都市ロンベーク、タイ語名ラウェーを攻撃しました。アユテヤー王国はアンコール朝を滅ぼした1431年以降、東の隣国にほとんど注意を払っていませんでしたが、ラウェーがカンボジア内陸部で採れる麝香や安息香などの香料品の輸出でシェアを伸ばして競合するようになってきていたんです。
5年後の1556年、アユテヤ王のマハチャクラパーは3万の軍で再びカンボジアへと侵攻します。翌1557年、トンウー朝ホンサーワディ王国のブレインノン王は内政が混乱していたランナー王国の都チェンマイへ攻め込み、2年後の1558年にランナー王家のマムライ家本流が滅亡。ブレインノン王の王子ノーヤターミンソーがランナー王国の新たな支配者として送り込まれました。ランナー王国の都チェンマイはその後1775年までの217年間にわたって何度か独立したり従属先を変えたりしながらもビルマ人の王や領主によって統治されることになります。白造戦争。ポルトガルの歴史家ジョアン・デ・バロスは1552年に表したアジア史の中で当時のセヤーンを2つの別個の領域として描いています。一つはソコータイやソワンカローをはじめとするチャオニーや北方の人々、もう一つはアユテヤーや沿岸部を含むミュンタイ南方の都市です。チャオニーやとミュンタイではそれぞれ異なる言語が話されているとしています。当時のアユテヤーの支配領域については諸説あります。ポルトガル人将校のデュアルテ・バルボサはアユテヤーの支配はテナセリム、タイ語名タナオシー、ミエイク、マルイ、ケダ、サイブリー、セランゴールにまで及んでいたとしています。ポルトガルの歴史家ジョアン・デ・バロスはアジア史の中でアユテヤーの都市としてマレー半島の西海岸ダウェ、タワイ、ミエイク、マルイ、タナオシー、マルタ湾近くのレイタガラのほか現在のプーケを紹介しています。しかし当時のアユテヤーは中国をモデルにした作法体制を採用していて、宗主国と作法国の関係も中国の作法体制と同じように交易を目的とした形式的な主従関係に過ぎませんでした。バタニーのスルタンムザファルシャーは1560年頃マハチャクラパー王から持ちかけられた婚姻同盟を辞退しています。ケダのスルタンは朝貢の品を良好な貿易関係を維持するための友好の印に過ぎないと公言していました。マレー半島の作法国はいずれもアユテヤーの宮廷に承認を求めることなくオランダ、日本、イギリスなどの商人たちと勝手に貿易協定を結んでいました。つまりマレー半島にあったスルタン国はいずれもアユテヤーの作法国というよりはむしろ独立した貿易相手国だったと言った方が正しいんです。中国とセヤーンの関係と同じです。一方マハタムラーシャー王が治めるピスヌローは遅くとも1560年までにはトンウー朝ホンサーワディ王国の同盟国になっていました。ピスヌローをはじめとする北方諸都市はもはやアユテヤーの兄弟国でも作法国でもなくなっていたわけです。ここからがタイ史上最大の予算をかけて制作された歴史創作映画シリーズ、2007年に第1作目が公開されたナレース1大王伝説英大キングナレース1の舞台です。この映画は1564年にピスヌロ王がホムサーワディ軍に包囲されているところから始まります。しかし史実でピスヌロ王がこの戦いでホムサーワディからの攻撃を受けることはありません。この動画でも映画のシナリオとは全く違う展開をしていくことになります。オランダの商人エレミアス・ファンフリートによると、ピスヌロー王のマハタムラーシャーはアユテヤー王のマハチャクラパートの娘でもある王妃と口論になって殴り、そのことを知って激怒したマハチャクラパート王に殺されかけてホムサーワディへ逃亡。トンウー朝ホムサーワディ王国のブレインノン王と面会してアユテヤーと戦うことを強く懇願しました。ブレインノン王は当初この嘆願を聞き入れることに躊躇していたといいます。しかしアユテヤー王室が所有している7頭の白象の話をマハタムラーシャー王が持ち出すと状況が変わります。当時白い象は東南アジア大陸部の仏教国家では王権の象徴とされていて、白い象をたくさん持っている王は偉いとされていました。ブレインノンも偉大な王様になりたかったのかもしれません。ホムサーワディは2頭の白象を献上するように求める使者をアユテヤーへ送りました。この要求を受けたアユテヤー王のマハチャクラパートはホムサーワディが従属を求めてきているものと解釈してこれを拒否。この決定がホムサーワディ軍の2度目の侵攻を招くことになります。1563年、
トン王朝ホンサーワディ王国のブレイノン王は同盟国のキスヌローへ兵を進めて補給を受けました。キスヌローでは多くの食料をホンサーワディ軍に供出したせいで米価格が高騰し、同時に天然痘が流行したこともあって多くの人々が命を落としました。キスヌロー王のマハタムラーシャーはホンサーワディ軍の歩兵部隊を統括する総大将を務めました。ポルトガル商人フェルナン・メンデス・ピントはこの時のホンサーワディ軍には1000門の大砲、100人のポルトガル人砲手、6万の火縄銃部隊が随行したとしています。チェザーレ・フレデリケはそれよりも少し多い8万の火縄銃部隊がいたとしています。アユテヤを包囲下に置いたホンサーワディ軍は周囲の高台に陣を構え、そこから市街地に向けて大砲を発射します。砲弾は寺院や住宅に命中し、連日にわたる破壊と殺戮が繰り返された結果、翌1564年にアユテヤはホンサーワディに降伏しました。アユテヤ王のマハチャクラパーはブレイノン王に対して4頭の白象を献上することに同意し、王子1人と貴族2人を人質として差し出しました。この時アユテヤからは芸術家、炭冶工、染色工、石膏、木工、漆喰成形工、俳優、舞踊家、象と馬の専門医、料理人、理髪師などが連れ去られましたが、アユテヤ王室の貴重な儀式の品が奪われたり、都市が略奪にあったり、住民たちが強制的に移住させられたりといったことはありませんでした。アユテヤを防衛するために来ていた300人からなるパターニーの援軍はホンサーワディ軍の撤退後に反乱を起こして一時アユテヤの市街地を占領下に置きました。反乱はすぐに鎮圧されましたが、この時マハチャクラパー王は町の外まで避難したと伝えられています。ビルマの年代記によると、キスヌロー王のマハタムラーシャーはホンサーワディへと赴いてブレイノン王に心中を誓い、ビルマの作法王の称号と作法国の王権の象徴によって報われたといいます。この事件はタイ語では白象戦争ソムカムシャンプー、英語圏では1563年から1564年のビルマサイアム戦争、日本語では第二次綿帯戦争といった呼ばれ方をしています。しかしタイ政府公式の歴史解説書にこの事件に関する記述は全くありません。タイの年代記にはキスヌロー王のマハタムラーシャーが侵攻してきたホンサーワディ軍に対して少しだけ抵抗していたり、アユテヤ防衛のための援軍を送ったりといった描写がありますが、私が参考にしている英文の解説書にそのような記述はありませんでした。第一次アユタヤ疾患。1564年、トンウー朝の首都ホンサーワディで戦争捕虜となっていたシャンジンが2万人規模の反乱を起こしました。反乱部隊は討伐のために派遣されてきた王の部隊2つを撃退し、さらに宮殿や寺院まで焼き払って王の軍勢を一時期壊滅の淵にまで追い込みます。ホンサーワディ王のブレイノンはヤンゴン近郊のシリアムで5万の兵を動員してこれをなんとか鎮圧しました。捕らえられた反乱の参加者約1万人は通例であれば全員生きたまま焼かれるなどのひどい目に遭わされるところですが、この時に処刑されたのは反乱を主導したわずか70人だけだったといいます。ブレイノン王は反逆者たちを見せしめのために殺すことよりも国内の人的資源を温存することの方を選んだんです。一方のアユテヤは周辺国との同盟を模索していました。しかし北方の諸都市を束ねるキスヌローはすでにホンサーワディに侵入していて、さらにその北にあるランナー王国もホンサーワディに制圧されて、今ではホンサーワディをブレイノンの王子が治めています。南のマレー半島の作法国は援軍に来ても首都でクーデターを起こすような連中なので信用できません。そこでマハチャクラパー王は翌1565年に現在のラオス全域とタイ東北部を支配下に置いていたランチャーン王国と婚姻同盟を結びました。しかし腰入れのためにランチャーン王国の都ウィエンチャンへと送り出された王女は途中のキスヌローで見つかって捕らえられてしまいます。その3年後の1568年、トンウー朝のホンサーワディ王国はアユテヤに3度目の侵攻を行いました。政治的にも交易的にも競合関係にあったアユテヤを弱体化させるのが目的でした。ホンサーワディの軍勢は50万から180万の規模だったと見られています。ファンフリート版の年代記によると、この戦争はキスヌロー王マハタムラーシャーの要望によって始められたものだといいます。
マハタムラシャー王はキスヌローを拠点に自らホンサーワディ軍の一部を率いてランチャーン王国から来た援軍を撃退し、その勢いのまま南下を始めました。アユテヤの市街はホンサーワディとキスヌローの連合軍によって包囲下に置かれました。翌1569年、アユテヤ市内にいたマハタムラシャー王の妃の親族や内通者とみられる貴族たちによって城門が内側から開けられたことであえなく勝敗が決します。ホンサーワディとキスヌローの連合軍がアユテヤの市街地へとなだれ込みました。アユテヤ王のマハチャクラパーはこの包囲戦の最中に死亡。王族や貴族をはじめとするアユテヤの上流階級のほか、多くの兵士や市民たちは捕らえられてホンサーワディへと連れ去られていきました。後日、ホンサーワディがランチャーン王国の首都ウィエンチャンへ攻め込んだ時に、この時に捕らえられたとみられるアユテヤの象200頭、馬1500頭、兵士3万人が動員されたといいます。アユタヤ王朝年代記はかつてアンコールから持ち去ってきたものを含む全ての仏像をはじめ、儀式に使われる王室の装飾品が全て持ち去られ、さらには王の側室や従者までもが連れ去られたと記録しています。マハチャクラパー王の後を継いで途中からアユテヤ軍を指揮したマヒンタラティラー王はホンサーワディへの移送中に死亡。チェザーレ・フレデリケはアユテヤからホンサーワディへと引き上げていく軍造部隊が法陣を組んで、金、銀、宝石、そして捕らえられた貴族の男女たちが運ばれていく様子を見たと記録しています。ビルマの年代記は全部で54あったとされる全ての部隊で全ての兵士が2夫1人分もしくは2人分の金、銀、衣服を手に入れて毎日のように宴会を開いたと記録しています。キスヌロー王のマハタムラシャーはアユテヤ攻略の功績が認められて、ホンサーワディ王のモレイノンによってアユテヤの新しい王に報じられました。ここにスパンブリー朝のアユテヤ王国は滅亡し、スコータイ朝のアユテヤ王国が新たにホンサーワディ王国の作法国として成立したんです。タイの歴史家の中にはマハタムラシャー王のことを1240年頃にスコータイ王国を築いたとされるシーインタラーティ王の子孫だと信じている人たちがいて、彼らはこのスコータイ朝のことをクラルウォン朝と呼んだりもしています。スパンブリー朝時代の旧貴族たちが全員ホンサーワディへ連れて行かれ、アユテヤの宮廷の役職は全て空席になりました。そこでマハタムラシャー王は新たに北方の諸都市から連れてきた貴族たちを上位の役職につけました。地方の領主も全て任命し直しています。この戦争の結果、トンウー朝のホンサーワディ王国は現在のタイの西側にある沿岸部タワーイやマルイをはじめとする全ての貿易港を支配下に置いて、この地域における交易の覇権を握りました。これまでアユテヤから輸出されてきた内陸部で取れる産品はその大半がホンサーワディ王国の領内から輸出されるようになり、ホンサーワディは富と人口の面で中国に次ぐアジア第2位の強国になりました。この出来事についてタイ政府公式の歴史解説書は短く次のように説明しています。1569年、マヒンタラティラー王の時代にビルマ王ブレイノンが再びアユテヤを攻撃するための軍を派遣した。アユテヤは度重なる戦争で疲弊しており、とうとうこの年にアユテヤが陥落した。これが初めての陥落となった。1569年の陥落以降、アユテヤは独立を回復する方法を模索し始めた。これだけの説明では200年間続いたスパンブリー朝が元下級貴族のクンギレントンルテーという成り上がりの裏切り者によって滅ぼされたという事実や、アユテヤの旧王朝の人たちがその後どのような運命をたどることになったのかを伺い知ることなんてできませんよね。造船伝説ตำนานสงครามยุทธหัตถี1569年の第一次アユテヤ疾患以降、その支配領域にあった都市の領主たちは独立しました。かつての支配者だったソパンブリー朝のアユテヤ王国が滅亡し、そこに何の連続性もない全く新しい王朝が起こったわけですから、花から地方領主たちにはアユテヤの新王朝に従う理由がなかったんです。北方のチャリアンやソワンカローはアユテヤの支配下には入らず、直接ホンサーオディに従属しました。翌1570年、ヘッボリーがアユテヤに攻め込んできました。新たにアユテヤ王となったマハータムラシャーは
前年のホンサーオディとの戦いで怪人と期していたアユタヤを放棄してフィッスヌローまで撤退することも検討せざるを得ないほどの厳しい状況に追い込まれたといいます。その5年後の1575年、当時ロンベークタイ語名ラウェーに都を置いていた東の隣国カンボジア王国が攻め込んできてスパンブリーを襲撃しました。この襲撃はラウェーがアユタヤに代わってこの地域の商業と政治の中心になろうという野心の表れでした。3年後の1578年、カンボジア軍はヘッボルイを包囲下に置き、そのさらに3年後の1581年には攻め落としてヘッボルイの住民を一人残らずラウェーへと連れ去りました。カンボジア軍の進行経路上にあったアユタヤイ島の都市や町に住んでいた人たちもカンボジアへと連れ去られていきました。こうしてチャオプレヤー川の下流域アユタヤの周辺地域には住民がほとんどいなくなってしまいました。この一帯は一時期無人の地となったわけです。同年、トンウー朝ホンサーオディ王国ではブレインノン王が病死します。王子のナンダベイン、タイ語名ナンタブレインが後を継ぎました。同年、ロッポルイでヤン・ピシーエンが3000人の兵を集めて蜂起しました。この人物は旧王朝スパンブルイ朝のプレイヤー各の貴族でロッポルイ家によるアユタヤ王国再興を目論んでいたものとみられています。鎮圧のためにアユタヤから出てきた新王朝スホータイ朝の大軍を撃破して最初ソムハ内ヨのプレイヤージャックリーを討ち取りました。しかし指導者のヤン・ピシーエンが西洋人の銃撃によって討ち取られるとロッポルイ軍は瓦解。アユタヤ王マハタムラシャの王子ナレイスウォンはこの反乱の参加者たちを捕らえて入れ墨をした上でアユタヤ軍に加えました。ナレイスウォン王子は人質として捕らえられていたホンサーオディから逃亡してアユタヤ周辺の都市を平定し、この頃までにはアユタヤの宮廷内での地位を固めていたとみられています。副王となったナレイスウォン王子はほとんど無人の地と化してしまったアユタヤとその周辺地域に住民を再び定住させるべく数次にわたる遠征を行いました。いわば人さらいを目的とした遠征を繰り返したんです。1580年代の初頭にホンサーオディがあるエイヤワディ川下流域へと攻め込んで多数のモーン族を連れ去り、北方の山岳地帯へ攻め込んで2万人のシャン人を連れ帰ってきました。さらにフィッスヌローをはじめとする北方の諸都市を完全に放棄してそこに住んでいた全ての住民をアユタヤへ強制的に移住させることで荒廃しきっていたアユタヤを復興させました。つまりチャオプレヤー川の下流域現在のタイ中央部の人々は1569年から1584年までの15年間にほぼ完全に入れ替わったんです。そこに住む人々の民族構成も話されている言語も全てが劇的に変化しました。出ていったのは先住民のクメール人と1385年以降に北方のタイ人と混血したクメール人です。彼らはビルマやカンボジアへと連れ去られていきました。その穴を埋めるように入ってきたのは北方の諸都市から強制的に連れてこられたタイ人とそのタイ人によって強制的に連れてこられたモーン族とシャン人です。現在のタイ人を構成しているのは主にこれら3つの民族と後に大量に移民してくることになる華人を加えた4民族による混血者たちです。タイ人はいつタイにやってきたのか、それともタイ人はもともとタイに住んでいたのか、そもそもタイ人とは一体何なのかといった議論は長いことされてきましたが、この動画の元となっているアユタヤの歴史初期近代世界におけるシャムの中で提唱されている説は2019年にナレースウォン大学准教授のウィッコー・コタナン博士らによって発表されたタイ・ラオス集団の父系母系遺伝子の対比でほぼほぼ確認されたと言っていいと思います。トンウー朝ホンサーオディ王国では王の代替わりを受けて1582年から1584年までの3年間に主要な作法国が離反して独立しました。この辺りの出来事についてはタイとビルマの年代記の中に様々な記録があります。しかしいずれの記録もかなりの割合で矛盾しています。何が真実なのかわからない状態になっているんです。私がこの動画を作る上で参考にしている英字論文でも言及がされていないので、ホンサーオディの弱体化に関わる一連の出来事についてはある程度無視をしながら話を進めていくことにします。1584年
本サワディ王国のナンタブリン王がアユタヤへと攻め入ってきました。作報国であったはずのスコータイ上アユタヤ王国が宗主国の首都本サワディの周辺にまで攻め込んできて、そこで捕らえた多くの住民たちを連れ去っていったわけですから、当然の報復だと言えます。本サワディ軍はその後4年間にわたって毎年のようにアユタヤへと攻め込んできました。しかしこの時の本サワディにはかつてのような大軍を動員できるほどの国力はありません。兵の動員を命令できる作報国はほとんどなくなっていましたし、直接支配下にあった都市でも住民たちが出家して僧侶になるか、あるいは森の中へと逃げ込むかして動員を免れたので、集められた兵士は先代ブレインノーン王の時代の3分の1に過ぎなかったといいます。本サワディの支配下にあった都市はかなり前から動員に対して非協力的になっていました。シャン諸州を治めていた首領たちは14年前の1570年に戦地へ行けばそこで死ぬし、拒否をすれば派遣されてくる討伐軍によって殺される、どのみち死ぬのであれば故郷で死ぬことの方を選ぶと言って動員に応じなかったといいます。この時代の戦争は銃や大砲の登場によって死亡率があまりにも高くなりすぎていて、かつてのように富や社会的地位を獲得するための手段としてはもはや全く割に合わなくなっていたんです。アユタヤの副王ナレースワンは本サワディからの侵攻に対して備えを十分にしていました。アユタヤの市街を囲っている城壁を改修し、城壁に見張り台と青銅製の大砲を大量に設置して守りをガチガチに固めました。ポルトガル人の砲兵部隊と日本人やチャム人からなる部隊を編成し、兵士には革の靴、上着、兜を身につけさせて、象にはラフの顔当てと鉄の靴を履かせました。さらに都市の周辺にいる住民を事前に退避させて、都市を包囲する本サワディ軍が食料を現地調達できないようにしていました。そのため本サワディ軍は毎年のように食料不足に陥って、雨季の始まりとともに撤退していくというのを繰り返すことになりました。1585年アユタヤの副王ナレースワンは本サワディに従属していたチャリアンとソワンカローを攻撃して支配下に置き、そこを治めていた領主を殺しました。1587年副王のナレースワンは大規模な動員をかけてカンボジアの首都ラウェーへ向けて行軍を開始しました。しかしカンボジア側の焦土作戦によって食料の現地調達に失敗、食料が尽きて撤退を余儀なくされました。詳しいことは分かっていませんが、イエレミアス・ファンフリートの記録によると、ナレースワンはラウェー王に退位を迫って一旦アユタヤへ連れ帰ってきたものの、後に帰還を許したといいます。アユタヤ王朝年代記ではこの時ナレースワン王子がラウェーをフリア・ラウェーを殺してその血で自分の足を洗ったということになっているんですが、これは最新の研究で否定されています。1590年アユタヤ王のマハ・タムラシャが死亡して副王のナレースワンが王位を継ぎました。1590年代後半ナレースワン王はラウェー、ランチャン、ホンサワディ、ランナー、モーン地域での絶え間ない戦役を繰り返しました。しかし敵に焦土作戦を取られたり降水量が少なかったりして現地で深刻な食料不足に陥り、さらに部隊の中で病気が流行ったりしてなかなか都市を落とすことはできませんでした。イエレミアス・ファンフリートによると、ナレースワン王は15年間の在位期間中わずか2年間しかアユタヤにいなかったといいます。アユタヤとホンサワディとの間で行われた戦いは1593年にクライマックスを迎え、そして伝説となりました。アユタヤ王朝年代記ではナレースワン王が今後象の一騎打ちをする王はもう二度と現れないであろうと言って、ホンサワディの副王ミンジースはタイ語名マンケヨーショワーを呼び出して、ナレースワン王の象が副王マンケヨーショワーの象の姿勢を不安定にしたところをサーベルで切り殺したということになっています。一方でビルマやヨーロッパの記録では副王マンケヨーショワーは銃撃を受けて死亡したとされています。総大将を失ったホンサワディ軍は撤退していきました。その後ナレースワン王の軍は西海岸へ侵攻。アユタヤ王朝年代記によると、カンチェナブリ以西に住んでいたビルマ人やモーン族を少なくとも2万人以上殺しながら軍を進め、タワイとタナオシーを約30年ぶりに奪還。
翌1594年には約150人のモーン族を捕らえて焼き殺しました。当時のヨーロッパ人からナルエスウォン王は黒い王子、ブラックプリンスと呼ばれていたといいます。1595年、ナルエスウォン王は西海岸を北上してモットマを占領。この時地元のモーン族の領主たちに同盟を持ちかけますが断られています。1599年、ナルエスウォン王はモットマで反乱を起こしたモーン族の住民たちを虐殺した後に北上してホンサーオディへと向かいました。その年の12月、ホンサーオディは離反したトンウーとトンウーに同盟を持ちかけられたアラカンの連合軍によって滅ぼされました。アユテヤのナルエスウォン王の部隊が迫っていたため、両軍は急ぎホンサーオディの財宝を山分けし、翌1600年の2月にトンウー軍が撤退。ホンサーオディの統治を委ねられたアラカン軍も都市に残っていた財宝をことごとく奪った上で都市に火を放って引き上げていきました。こうしてホンサーオディは廃墟となりました。その2週間後にナルエスウォン王の部隊がホンサーオディに到着。そのさらに数週間後にトンウーを包囲下に置きます。ポルトガル人宣教師のニコラス・ピメンタによると、数ヶ月間にわたる包囲でトンウー城内の食料事情が逼迫し、トンウー王のメイン AC2 はこれまでの戦争で捕虜にしたとみられる城内にいた7000人の西安人を皆殺しにして、それによって節約できた食料を人々に分け与えたといいます。ナルエスウォン王の部隊も包囲中に食料を使い果たして多くの兵士たちが飢え死にをしました。雨季が始まるとアユテヤ軍は兵の半数以上を失ってトンウーの包囲が続けられなくなり、兵士たちは食料を求めて各地へと散っていきました。その過程で様々な都市で略奪を働いて大量の財宝を奪い、あまたの人々をアユテヤへと連れ去ったと記録されています。ナルエスウォン王の遠征に同行していた弟のイーカー・トッソローはアユテヤへ帰還するときにチェンマイがあるランナー方面へ迂回して地元の領主たちを服属させたといいます。しかしそこでも食料がすぐに不足するようになり、伝染病が発生したこともあって部隊は崩壊します。1602年、ナルエスウォン王は8年前の1594年頃にあったとされるラウェー攻めの際に生け捕りにしたクメール人の王子をラウェーの王位に据え、2年後の1604年には反乱鎮圧のための軍を送っています。こうしてラウェーに都を置いていた現在のカンボジアはアユテヤの属国となりました。1605年、ビルマを再統一したアンワ王ニャウンヤンミンがランナーやシャンショ州の支配権を回復するために軍を送りました。これを迎え撃つためにナルエスウォン王は軍を率いてアユテヤを出立します。しかし王は現在のチェンマイ県北部で病死、弟のイーカー・トッソローが後を継ぎました。こうしてアユテヤとホンサーオディとの戦争は終結し、その後50年間にわたる平和な時代を迎えることになったわけです。ナルエスウォン王は現在のタイでは偉大な英雄として崇拝されています。大王という尊称まで与えられてソムデップラナルエスウォンマハラーと呼ばれていますが、その評価はごく最近になってからのものです。当時の貴族や僧侶たちからはかなり嫌われていたようで、ナレースワン王の死後35年1640年頃に編纂されたイエレミアス・ファンフリート版の年代記には次のように記録されています。彼の知性はサイアムでかつて知られた中で最も好戦的で過酷なものであった。多くの話や生き証人の証言によれば、彼はその20年間の知性において戦争による犠牲者を除いても法によって8万人以上を殺害または処刑させた。象に乗っている時、馬に乗っている時、船に乗っている時、そして玉座で大臣たちと会議をしている時でさえ武器を手放したことは一度としてなかった。膝の上には常に矢筒を置き、手には弓矢を持っていた。少しでも気に入らないことをする者を見つけると、その者に向けて矢を追いかけ、その矢を持ってくるよう命じた。彼はしばしば極めて些細な過ちを犯した者から、それが大臣であっても肉片を切り取らせ、目の前でその肉を食べさせた。他の者たちには自分の排泄物を食べさせた。ナルエスウォン王の時代に書かれた書詩はありません。ワロンマトライローカナー王やこの後に登場するプラサートーン王の時代には書かれた王の人徳や功績を称える歌がナルエスウォン王にはないんです。
17世紀後半に書かれたとされているアユタヤ王朝年代記のルオンプラス版でもナルエスウォン王は英雄的な人物としては描かれていません。ここで説明した内容はタイ人が一般的に知っているナルエスウォン大王伝説とはかなり違っています。その理由を簡単に説明しますと、タイ政府公式のタイの歴史というのは現王朝の歴代国王、主にラーマ4世、ラーマ5世、ラーマ6世の業績として1920年代に確立されたものなんですが、その後1950年代になってもっと古くてもっと信用できる外国の文書が発見されたせいで、いろいろと辻褄が合わなくなってしまっているんです。そしてタイの歴史を正しく説明すると、タイの歴代国王の業績を否定することになってしまいます。タンマッサー大学で行われたタイの歴史構築と脱構築というセミナーで2014年にこの動画の内容と同じようなことを説明したタイの著名人スラッシワラーは王室不敬罪とコンピューター犯罪法違反の容疑で軍事裁判所に起訴されています。つまりこの動画の内容をタイで話すと当局に身柄を拘束される恐れがあるんです。そこでタイ政府公式の歴史解説書にあるナルエスウォン王に関連する部分を全文引用してこの動画を締めくくりたいと思います。タイ人と話す時にはすぐこの後にご紹介する情報を使うようにしてください。その前にもしこの動画を気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。動画の終了まで残り5分です。1569年にアユテヤが陥落すると、アユテヤは独立を回復するための方法を模索し始めた。1571年、マハタムラシャ王は王子であるナルエスウォン大王をピスヌローの統治者として派遣された。これは独立回復のための準備の一環であった。ナルエスウォン大王はピスヌローでお生まれになったため、この地に馴染み深く民衆からも歓迎された。人質として6年間ホンサーオディに滞在された経験からビルマの事情にも精通しておられた。マハタムラシャ王はナルエスウォン大王に軍事面の責任を委ねられた。重要な出来事として1581年にビルマがアユテヤに漢の反乱鎮圧のため出兵を命じた際、ナルエスウォン大王は見事に漢を攻略し、ビルマの属国の多くが独立の機会を伺っていることを知った。一方アユテヤの勢力が増大したためビルマは警戒し始めていた。その後1584年にアンワ王が反乱を起こすと、ビルマは例によってアユテヤに援軍を要請した。ナルエスウォン大王は出陣されたが、わざと進軍の速度を遅らせ、ナンタブレーン王が先にアンワを鎮圧するよう仕向けられた。軍がクレーンに到着すると戦況の報告を待つため駐留を命じられた。その時ビルマの副王は策略を巡らせ、ナルエスウォン大王と親交のあったモーン族貴族のプレヤーキエとプレヤーラームにクレーンでナルエスウォン大王を出迎えさせた。副王は密かに自分の軍がナルエスウォン大王の軍を攻撃する際、プレヤーキエとプレヤーラームに背後から攻撃するよう命じていた。しかしプレヤーキエとプレヤーラームの師であるプラマハーテンカンチョン長老が両名を説得し、ナルエスウォン大王側につかせた。こうしてプレヤーキエとプレヤーラームは副王の策略をナルエスウォン大王に密告した。これを知ったナルエスウォン大王は軍議を招集し、1584年クレーンにおいてビルマからの独立を宣言された。アユテヤがビルマの属国であった期間は15年間に及んだ。アユテヤに帰還後、ナルエスウォン大王はマハタムラシャ王に事の次第を報告され、ビルマとの戦いに備えられた。1586年、ビルマは大軍でアユテヤを包囲したが、陥落させることはできなかった。アユテヤ側は奇襲により補給路を断つ作戦を取った。ナルエスウォン大王は自ら兵を率いてビルマの陣営を攻撃された。ある攻撃の際、口に刀を加えて戦われたことから、プレセンダーカカイ陣攻めの際に加えた味刀の名が生まれた。ビルマは5ヶ月間包囲を続けたが、兵糧不足と雨季の到来により撤退した。1590年、マハタムラシャ王が崩御され、ナルエスウォン大王が父王の後を継いで即位された。ビルマは王位継承の混乱に乗じて侵攻したが、ナルエスウォン大王は場外に軍を出撃させ、ビルマ軍を撃退された。
1592年の増上決闘は極めて重要な戦いであった。1590年の敗北後、ビルマの副王は大軍を率いてスリーパゴダパスから侵入し、スパンブリーのトラパントロ地区に布陣した。ナレーソン大王と弟君のイーカ・トスロ王は軍を率いてノンサーライ地区に陣を敷いた。この戦いで重大な出来事が起きた。戦闘中、ナレーソン大王の像が副王の本陣の包囲内に突入してしまった。ナレーソン大王は機転を利かせ、副王に増上決闘を挑まれた。増上決闘とは象に乗ったまま一騎打ちを行うもので、大将同士の戦いとして最高の名誉とされていた。副王はこれを受け入れ、増上決闘が行われた。ナレーソン大王は増上決闘に勝利し、長江の薙刀で副王を討ち取られた。ビルマ軍は敗走し、これはアユテヤにとって歴史的な勝利となった。この戦い以降、増上決闘が行われることは二度となかった。タイ政府はナレーソン大王が副王に勝利した1月18日をタイ王国軍の日と定めている。この勝利の後、ナレーソン大王は増上決闘が行われた地に仏塔を建立され、これはユッタハッティ仏塔と呼ばれている。また、アユッタヤのワッヤイシャイモンコンにも勝利を記念する仏塔を建立された。増上決闘の戦い以降、ナレーソン大王の名声は広く知れ渡った。加えて、ビルマ国内で権力争いが起きたため、その後150年間ビルマが侵攻してくることはなかった。この間、国は平和を享受し、国家の発展に注力する時代となった。重要なのは諸外国との交易関係であり、東西の国々、すなわちポルトガル、オランダ、イギリス、フランス、中国、そして日本との交流が行われた。ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะ